10章嵐の素顔。桐生さんどうする？エイジがセーフハウスの情報をドワイトに流していた。それに清流会のエビナと通じているようなことも言っていた。合っているか？はい。ドワイトと通じてるってことはその上のブライスともつながってるだろう。つまりはエイジ、パレカナのブライス、清流会のエビナ、こいつら全部がグルだったってことか。そうだな。こんなことになっちまって全部俺の責任です。ヘイちゃんがまさか。相手はお前と荒川雅人とのつながりまで把握して車椅子を偽装していた。そこまで周到に張られた罠は見抜けるもんじゃねえ。だから自分を責めるな。けどよ。けど花輪さんとウォンを死なせちまって茜さんにも怪我をさせてラニは連中にさらわれちまった。ああ、事態は最悪だ。それは受け入れないといけねえ。だけどな、カスカ。ならなおのこと顔を上げろ。俺たちみたいなのはずっとそうやって生きてきたろ。千歳、俺はまだ話が飲み込めてね。お前がエイジに脅されていたってのはどういうことだ？ごめんなさい。あまりゆっくり話している時間はないんです。まあ今はな。警察ももうすぐ来るだろうし、ここを離れないと。でもこれだけは桐生さんにも一番にも今言わないと。なんだ？ちーちゃん。タタラチャンネルあるよね。でっち上げの告発で一番たちの生活をめちゃくちゃにして桐生さんの素性を暴露した。それがどうかしたのか？あのチャンネルで喋ってる VTuber タタラヒソカ。あれは私なの。何？なんだって？こういうこと。どういうこと？はい、どうもタタラチャンネルです。今日もすごいタレコミが入ってましたよ。なんとハワイで堂島の竜を発見。いや驚いたけどよくそのテンションで喋れんな、ちーちゃん。ちーちゃんがこの空気で。タタラ。そう、エイジがスクープのネタと台本を用意して私がタタラヒソカとしてそれを発信する。それが今のタタラチャンネルなの。信じないわけにはいかないようだな。だがそんなところにもエイジが噛んでいたとは。なるほどな。桐生さんの言った通りエイジとエビナはつながっています。エイジはエビナの指示で動いているんです。そしてエビナはパレカナとゴミ処理のビジネスでつながってる。そのことはエビナから直接聞いた。話はつながったな。あいつらはラニと一緒にいる茜さんを見つけたかった。彼女をおびき出すために一番をハワイへ行かせるように仕向けた。その監視のためにエイジは飛行機で一芝居打って一番と関わりを作った。エイジの野郎。私がみんなと一緒になったのも。ちーちゃん。ちーちゃんは仕方ねえよ。改めてブライス、エビナ、エイジがグルだったのは間違いなさそうだな。それに沢城。頭も。ああ、エビナとタタラチャンネルに出て俺の素性を暴露した。
そうだぜ一番。こっちも散々な目に遭わされてんだ。いや、ちょっと待ってくれ。そいつはなんかおかしい。なぜだ？何がだ？うまく言えねえんですけど、うん。頭が茜さんを危険にさらすような真似するのかなって。は？あいつは何だってやるだろう。裏切りといや沢城城ってくらいの筋金入りじゃねえか。そもそも昔は荒川にバレねえように茜さんを殺そうとしたんじゃなかったか？その時の動機は自分の子だった若を、青木亮を守ることだ。けど今頭に残されてんのは荒川のおやっさんへの義理だけだ。だからやってもいねえ殺しで無所にも入ってたんだろ。だな。今の頭がおやっさんの愛した人を罠にはめたりしねえ。まあそりゃそうか。そうか。一番早く、ここはもう行かないと。だな。桐生さん、頭は俺にハワイへ行くように言った時頭を下げてきたんです。確かにここまでしねえか、演技で。沢城城はどんな目的でも芝居なんかで俺に頭下げたりしねえ。そんなことは絶対にありえねえ。頭はてめえの人生のやり残しとして茜さんに俺を会わせたかった。その一心だったはずです。そこは本当か。沢城は海老名の本当の狙いを知らされてなかったってことか。ってことになるな。はい。だとしたら海老名と沢城は一枚岩じゃないってことになる。桐生さん、頭と話をしてもらえますか？それがいいな。俺はこっちでラニを追いかけます。早く追いかけないと取り返しがつかなくなっちまう。そうだな。分かってる。お互いにやるべきことをやろう。何かあったらまた連絡します。ハワイと日本同時進行で行くんだな。面白い。何にせよ沢城と話す必要があるな。もう他の雑魚どもから聞き出せることなどなかろう。じゃあ清流会への殴り込みは一旦中止？ああ、だが沢城の連絡先を知る必要はある。どうやって手に入れる？おい、話は聞いていたろう。あいつの連絡先はわかるか？言わねえだろふざけろ。誰がそんなもん。言いたくなるまで付き合ってやる。聞く相手を間違えてる。何？偉人町で起きていることは私に聞け。沢城の連絡先も私が知ってるよ。さすがだ。助かるその日。どうした？どうかしたか、サイコ。英二って人にこっぴどく騙されたんですよね、一番。ああ。なのによりにもよって沢城のことはまだ信じてる。あの沢城ですよ。海老名とグルって方が全然納得いく。でも桐生さんは一番の言うこと信じてあげるんですね。それがあいつのいいところだ。お前もそう思わねえか？ずるくないですか、その返し。確かに春日の言うこと信じれるもんな。何にせよ今沢城がキーマンなのは確かだ。ですね。よし、行こう。冷静にはしてるけど桐生さんも。そう、最悪な時こそ顔を上げねえとな。そうだよな。自分に言い聞かせる。今まで数えきれねえ修羅場をくぐり抜けてきた桐生さんだから言える言葉よな。桐生さん、これからどう動くか一度頭を整理してみない？作戦会議。沢城に電話するのはその後ってことでどう？おう。そりゃいい考えかもしれねえな。じゃあひとまずサバイバーに戻るってのは。ならそろそろ彼らにも動いてもらおうか。
サバイバーに呼ぶとしよう。偉人町の銀行も崩れ出しているしな。彼ら会ってからのお楽しみとしておこう。じらすわね。じゃ、サバイバーへ戻りましょう。いよいよ半純義たちと合流か。そうか、花輪のやつ死んじまったか。一派の監視する側、される側、本来それだけの間柄だったが、あいつともいろいろあった。本当にいろんなことが。それをここまで切り抜けてきたってのに、こんなことになるとはな。花は茜さんとラニのことは俺たちに任せろ。きっと何とかしてみせる。仕事バカのあんたはたまにはゆっくり休め。俺もそのうちそっちに行く。ああ、やっぱ死んじゃったんだな。そうか。花輪が死んだ。俺もあいつもいつ死んでもおかしくない人生を覚悟の上で歩いてきた。だからこれは当然起こり得ることが今起きただけ。そう割り切れりゃ苦労はしねえんだがな。花はこっちのことは俺たちが引き受けたぞ。花輪の正体森永説はありましたけど、本当らしいね。あれはね、誰かが X にポストしてたんだけど、イベントかなんかで横山さんに会ってその時聞いたらしいんだよ。そしたらそうだよって言ったらしい。ただ言わなかっただけみたいね。もしもし。誰だ？伊達だ、桐生。伊達さん。この間俺と偉人町で飲んだ店覚えてるか？ああ、確かハーバーライトって店だ。伊達さんはそこをアジトにすると言ってたな。手が空いたら顔出しに来てくれ。お前が来るまで一人で飲んでるからな。伊達さん。そんなことしてると体壊すぞ。俺の健康が心配なら早めに来い。わかったよ。じゃあ待ってるぜ。ああ、エンディングノートか先やっちゃおうかな。これ気になるしな。お、浜子だよな。浜子さん、どうも。おお、サエコ、相変わらず儲かってるかい？ああ、うちの店？ぼちぼちよ。浜子さんのところは？あんたんとこがぼちぼちならこっちも似たようなもんかね。そうか。結構暇な時間帯が多くてさ。それより見ない顔のお兄さんがいるね。最近こっちに来たんだ。俺は鈴木太一ってもんだ。はあ？なんだいそのいかにもな偽名は。いや、偽名。浜子さんには通用しねえか。とぼけんじゃないよ。自分の名前名乗るのにそんなぎこちないんじゃあからさまだろ。ぎこちなかったか。鈴木太一って顔じゃねえもんこの人にはな。多分下手なこと言わない方がいいです。なるほど。みんな偽名使われてんのは承知の上ってことか。まあそういうことなら構わないさ。いいよ、鈴木太一さんね。了解。やっぱりかなわないな、浜子さんには。まったくだ。大丈夫。この町で商売続けてりゃあんたもすぐ私みたいになれるから。なりたかねえよ。それ全然嬉しくないんですけど。この人は浜子さんといって偉人帳に関しては私よりずっと長いんだ。この辺の主というか取り付いてる妖怪みたいなので。言い方。あんたら一番のやつを差し置いて新しい男に走ったのかい。こちらの鈴木さんは以前に私も春日もまとめて世話になった人なんだよ。裏社会においては格もずっと上だ。あんたが失礼な口を聞くと私たちが恥をかく。妖精よ、そんな風に扱われちゃ俺の方こそ浜子さんに失礼だ。さすがだ。なるほど。さすが一発の男かね。レディに対する態度は合格点だ。あんたは一番のやつとはどういう関係なの？なんというか、以前あいつがいた会社に俺も勤めていた。
当時は会ったこともなかったんだが。一番は鈴木さんのことをすごく尊敬してる。あとついこの間までハワイで一緒だったの。へえ、一番のやつと一緒にハワイなんてずいぶん仲がいいんだね。じゃあちょっと鈴木さん、あんたよかったら少しお茶でも飲んでかない？ん？心のトゲ。何か心につっかえてるもんでもあんのか？俺とあんたでか？取って食いやしないよ。それとも何かい？忙しくてババアと一杯お茶飲む時間もないのかい？ババアのお茶一杯ごちそうになるよ。じゃあ一杯ごちそうになるよ。そうこなくっちゃね。2階に上がってすぐ支度するから。はいよ。ここも懐かしいね。二人きりでお茶する気だったとはな。この人は初対面の俺に何の話が。ここはあんたのお店なのか？まあね。建前上は小料理屋。通常はここに女の子がついてくれるんだよ。もしそういうサービスがお望みならまた後で出直してくるといい。その時はちゃんと金を取るけどね。いや、いいんだ。ここは世に言ういかがわしい店なんだよ。ほら、何年か前に青木亮って政治家がいたろ。そいつがある時偉人町に来てね、ブリーチジャパンって NPO 団体に指示してシェルターを作るってぶち上げたんだ。ありましたね。うちみたいな風俗で働く子やその家族を無料で住まわせて職業訓練も受けられるってね。いいアイディアよね。これこそまっとうな慈善事業だと思った。私のこともそこの寮母にしてくれるって言うからここも売っ払おうとしたんだよ。じゃあなんでこの店は残ってるんだ？シェルターなんて真っ赤な嘘だったから。青木亮は票集めの人気取りのためにグレーゾーンの人間を一掃するのが目的だった。私はここで働いてた子らをシェルターに行かせたけど、それは実はネズミ捕りの罠でね。みんな捕まって強制送還された。今この店にいるのは別の新しい子たちだよ。うちに来るような子は故郷にさえ身寄りがない。だから偉人町に身を寄せてたんだ。それがうっかり私が騙されたせいで当時の子たちはもうどうしてるかもわからない。知らなかった。そんなことがあったんだな。ただあんたには避けようはなかったろ。まあそうね。でもね、一番たちは青木亮の正体を見抜いてシェルターの話もうさんくさいって疑ってた。それを聞いても私はまんまと騙されたわけ。しかも青木の善意を疑うなと一番を怒鳴りまでした。悪いのはあんたじゃねえだろ、浜子さん。青木亮だ。それは分かってるんだけどね。なるほど、それがトゲか。私は一番のやつに未だに怒鳴ったことは謝ってないんだ。あれから何年も経つっていうのに完全にタイミングを逃しちまってね。あいつはあんな男だからこんなつまらないこと覚えてないかもしれない。そうだな。じゃあもう謝る必要ないのかなって、そんな風にして今日まで来ちまったんだよ。それで俺に打ち明けようと思ったわけか。春日との間に入ってくれと。そこまでずうずうしいことは言わないよ。ただ誰かに聞いてほしかったんだよね。と言って難波や紗栄子じゃダメだ。あいつらには私の弱いとこ見せたくないから。だからって
俺が相談相手になると思ったのか？あんたは一番のやつが一目置く人なんだろう。それに最近までずっと一緒だったっていうじゃないか。確かに桐生さんになら何でも話しちゃうわ。もしかしてあいつ私のことハワイでなんか言ってなかったかい？なんて言ってあげるのが浜子さんのためになるかだよな。もう気にしてないと言ってたかもな。それについてはもう気にしていないと言ってたかもな。どうやら気を使わせたみたいだね。私のことなんて話題にも出なかったか。全部お見通しか。ま、そりゃそうだよね。私は一番がハワイに行ってるのも知らなかった。多分あいつは本当に気にしてないんだ。あんたを悪く思ってるってことはないだろう。つまらないことに時間を取らせたね。悪かったよ。いや、誰にでもあんたと同じようなことがある。喉に小骨が引っかかって取れねえような感覚。忘れちまおうとしても何かがそれを良しとしねえ。要はけじめがついてねってことなんだろう。けじめか。でも白黒ついてないことは私くらいの年になると数えきれないくらいあるよ。ああ、俺もだ。で、最近はいろいろとあって何かとてめえの人生を振り返ることが増えた。死ぬまでにやり残したことを整理してたらこんな風に思うようになった。けじめはつければつけるほどいい。人を生かし人に生かされるのが人生。どうしようかな。悔いのない人生なんてない。悔いのない人生なんてない。そんなものを手にするのは絶対に不可能だ。だが自分が手にした人生をほんの少しでもいいものにしていくことはできる。じゃあ一番のやつに怒鳴ったことを謝れって？でも今更言ってもそんなの覚えてないって笑われるかもしれないよ。一番は笑ったりしねえ。あんたが長い間気に病んでいたと知りゃあいつは笑ったりなんかしない。そういう男だ。そうだな。俺が受け合うよ。なるほど。サエコや孫妃を周りにはべらせているだけあるね。はべらせてるってそいつは随分と聞こえが悪いな。あんたと話せてすっきりしたよ、鈴木さん。次に一番と会うのが楽しみになった。よかった。そうか、そいつはよかった。俺もおかげでうまいお茶をごちそうになった。そろそろ戻るよ。一番のことで私が悩んでたこと、サエコたちには内緒だよ。分かってるよ。あいつらは私のことを妖怪呼ばわりまでするんだ甘く見られるわけにはいかない。秘密を守ることにかけては自信がある。嘘は下手だがな。安心してくれ。じゃあな。じゃあな。いい時間でした。鈴木太一か本名はどんなだろうね。ありゃきっと名のある男だよ。名を消した男だ。浜子さんになる言っちゃってもいい気がするけどね。浜子さんはこの町の人には気丈に振る舞って一目置かれているようだ。だが繊細でいろいろ考えて悩んでいたようだ。俺と話すことで気持ちが整理できたならよかったぜ。あの様子ならきっと春日に自分の言葉で伝えられるだろう。オッケー。あ、どんどこ島に来るんだね。さあ行きましょう。あ、無難聴。子供もいるじゃねえかよ。シュレピッピしてる。はい、いいですよ。ミ
皆さんシュレピッピできてます。子供に刺すなよ。感じますか？クリパースの高まりを。感じねえよ。さあもう一頑張あれ、りです。ムナンチョって心入れ直さなかったっけ？それは注目されるよな。さあ皆さんわかりますか？わかんねえよこれがシュレピッピなんです。感謝の気持ちを込めて心に念じてください。この言葉です。ヘペトナス。やかましいわ。食材の形ってことは別の意味があってやってんのかこれ。シュレピッピヘペトナス、俺には聞き覚えのあるフレーズだ。確かあれは広島で信者たちを騙していたムナンチョヘペトナス教の言葉じゃなかったか。霊感商法で被害を拡大させていた教団を俺はある男と共に協力して壊滅させたんだ。実はその男こそが教団の元教祖だったムナンチョ鈴木。詐欺罪で無所に入った後、かつての部下に教団を乗っ取られていた。そしてその時すでに改心していたムナンチョ鈴木は新たな被害者を出すまいと俺に助けを求めたんだ。だが今あそこで怪しげな動きを先導している老人はまたしてもムナンチョ鈴木に見える。さあご視聴の皆様、私はかつて一世を風靡したムナンチョ鈴木です。生配信してんのか。よろしければチャンネル登録の上、ぜひご家族お友達にも教えてくださいませ。どうやら動画を配信して新しく信者を集めてるってことか。もしかしたらまたインチキ宗教を復活させて人儲け企んでいるのかもしれん。気になるな。まあ多分騙してるわけじゃないなこれな。20回目一生やってんじゃん。おや、私に何か。申し訳ないが今撮影中でして。知るかやめろ。担当直入に言う。あんたはあのムナンチョ鈴木なのか。ああ、ご存知なんですか？気づかないか？いやー、それは嬉しいですね。ええ、その通り。私、正真正銘本物のムナンチョ鈴木です。そうですか。そうだ。よかったらあなたもご一緒にここでシュレピッピしていきますか？いやそれはしねえんだが。どういうことだ。覚えてねえのか？あんたはまたムナンチョヘペトナスの教えを広める気か。失礼ですが、あなたはどちら様で？昔ムナンチョヘペトナスに騙された被害者とか？いや、そういうわけじゃないんだが。冷やかしということでしたら申し訳ない。先ほども言った通り、今は撮影中です。関係あるかそんなもん。ネットに動画を上げて布教しているようだな。あんたはもうそういうのから足を洗ったと聞いたぜ。思った以上に私をご存知なんですね。ですが誤解です。これは別に布教というわけでは。ならなんだ。そうなのか。そう言われても本当に誤解か。俺の目には怪しく見える。またインチキ宗教に騙される被害者が出るようなら、このまま素通りはできねえと思ったんだ。そうだな。まあそういう風に見られるのはヘペトナス教とも長いからね。あなたが見過ごせないと思ったのも無理はない。しかし本当に私にはもうあなたが思っているような危険性はないのです。なら何をしている？おーい、ムナンチョ、どうしたの？こいつらはなんだ？シュレピッピ教えてよ。変なこと教えんな。ねえムナンチョ、僕にクリパース溜まってる？親何してんだ親。シュレピッピ、シュレピッピ。ほら見てください。彼らは私というネットでちょっと話題の動画配信者を見に来た野じ馬たち。ムナンチョヘペトナスの信者ではありません。私のことを面白がって集まっただけで、もちろん私を教祖などと崇めたりもしていない。冷静に見てんな自分のことを。なんであんたはこんな動画を撮ってるんだ？金か？それはですね。おー、やってるやってる。インチキ宗教の教祖が人気者気取りじゃねえの。出てきたチンピラ。今度はなんだ？詐欺で無所にぶち込まれてたんじゃなかったっけ？おいおい、子供たちまで洗脳してんのか？お前ら無邪気な顔しちゃって。
昔こいつが何人被害者の人生ぶち壊したか知ってんの？いえ、僕らそういうのよくわかんなくて。すみません、もう行きます。ああ、それがいい。おい、こいつらは。こういう輩に絡まれるのはよくあることなんです。私の動画撮影はすぐ人目につきますから。だろうな。かつての私の悪行を知っているんでしょう。彼らにとってこれは正義の制裁なんです。なんちょヘペトナス教？てめえ、どの面下げて動画なんて撮ってんだこれ。思いっきり蹴飛ばしたな。飛んだな。お怒りはごもっともです。ですがこれは私にとっての贖罪なんです。どうか邪魔をしないでいただけますか。二度と世間の皆様にご迷惑はおかけしません。ご迷惑かけたくねえなら存在を消すしかねえよ。てめえみてえな社会の害悪はな。そりゃおめえらだろ。ムナンチョヘペトナス教はかつて霊感商法で多くの被害者を生み出したと聞いた。そいつがまた活動してるとなりゃ、こういう輩に絡まれるのは当然のことかもしれねえが。早く消えちまえよ。電車にでも飛び込むか。すぐ近くに海もあるぜ。せめて魚の餌にでもなって世の中の役に立てよ。あんた、こんな状況がよくあることなのか。なのになんで人目を引くような撮影を。おい、おっさんよ、邪魔すんな。邪魔なのはおめえらだ。こいつは俺らのおもちゃなんだから。横からしゃしゃってんじゃねえぞ。おい、なんだとてめえ。私は自分が実践してきたインチキ宗教の手口を動画で解説してるんです。それをネットに上げることで少しでも世の中の役に立てればと。なるほど。どういうことだ。さっきみんなでやっていたシュレピッピの修行は集団で同じ動きをすることで同調圧力を生みます。そうやって思考力を奪いシュレピッピをやらせ、その結果をク・リパースというポイントに反映。わかんねえよ。信者同士を格付けしフセリンチョすればより多くのク・リパースを積めると説く。フセリンチョとはお布施のことです。ならそう言え。教団に多額の寄付金を納めさせる。こういった手口を動画で解説し広く周知すれば、別の新たなインチキ宗教の被害者も未然に防げる。実際私の動画を見たおかげで詐欺を見抜けたと視聴者にコメントをもらうことだってあります。なるほど。嘘ついてんじゃねえぞこれ。お前見てから言えよ。前科者が昔の犯罪自慢して動画の再生数稼いでんだろうが。お前らに言われる筋合いねえんだよ。だからよ。許されると思ってんのか。動画の収益なんてほとんど出てませんし、出ても全て被害者の会に寄付しています。あ、そうなんだ。私の贖罪に終わりはありません。それは素晴らしい。なるほど、そういうことだったのか。何納得してんの。バカなのかよおっさん。誰がバカみたいだ。こいつは詐欺師なんだぞ。歌うぞこの野郎。口から出任せだ。こんな社会の敵はな、徹底的に潰して見せしめにすんのが正義なんだよ。よし。俺はこのムナンチョ鈴木の言葉を信じる。簡単に騙されるバカで悪かったな。歌うぞこの野郎。腹立つよこの野郎。さっき蹴飛ばした三脚をこの人に返して詫びろ。他人に正義を振りかざすんならまずはそれが最低限のマナーだ。そうだな。さすがインチキ宗教の開祖だな。あっという間にバカを一人洗脳しやがった。理解不能だぜ。気持ち悪いんだよこのゴミクズどもが。特大ブーメランだそれは。ぶっ殺してやる。勝ちに行こうぜ。やっちゃいましょう。一気にやっちゃおうかな。王竜でスキップね。あ、残りやがった。はい、オッケー。人生これすなちょ。もしかしてあなたは
桐生さんではありませんか？お、気づいた？広島の尾道でお会いしませんでしたか？そうそ一緒に戦ってくれましたよね。そうよ、忘れちゃったの？だいぶ雰囲気が変わったようで今まで気づきませんでした。すみません。わかるでしょう、でも。あいにくだが人違いだ。まあそうだな。俺は桐生って名前じゃない。そうですか？いや、そうなんだよ。でもだとしたら不思議です。何がだ？何が不思議なんだ？私が過去の贖罪をしていると言ったら根拠もないのにすぐ信じてくれましたよね。まあまあそうだな。口先だけと疑われても仕方のない状況です。なんせ私は詐欺師として刑に服した前科者ですから。でももしあなたが桐生さんだったら私の言葉を信じてくれたのも合点がいきます。広島では共に戦い私の背中を押してくれた桐生さんのおかげで私は今日までブレずにいられた。ほら覚えてませんか、桐生さん。あなたが別れ際に私にかけてくれた言葉。悪いな、無難長鈴木さん。やっぱり人違いだ。俺はもう行くよ。ねえ桐生さん、お願いしますよ。やっぱり桐生さんなんでしょ？こんなところでまたあなたと会えたのはきっと何か天のお導きですよ。あなたの目から今の私を見てどうでした？私はちゃんと罪を償えていると思いますか？もし神様ってのが本当にいるとしたら、犯した罪とまっすぐ向き合う人間を悪いようにはしねえはずだ。聞いたことあんな、この言葉。やっぱり桐生さんじゃないですか。それが以前別れ際にあなたがくれた言葉ですよ。頑張れよ、無難長鈴木。悪いな、今の俺にはこれが精一杯なんだ。じゃあな。贖罪の形よかったですね。ってことはポケサーファイターとかも出てくんのか、これ。出てきそうだな。あ、来るんだ。さあ、ではエンディングドラマ見ていきましょうか。ハーバーライト、ここで伊達さんが待ってるんだったな。とまあそんなわけでよ。どんなわけ？あの後太一は無事沖縄に帰ってった。そうかそうか。空港まで見送りに行ってきたんだ。ああ、よかった。たっぷり東京土産も持たせたぜ。キャバクラで殴られた埋め合わせにと思ってよ。そうか。太一のやつ世話かけやがって。ありがとうな、伊達さん。待った。礼を言うのはまだ早いぜ。今日はこれから先の話がしたくてな。お前、太一の他にも会いたい奴がいるだろう。もう何年も死んだふりして孤立してたんだ。まあいるよな、そりゃな。自分の死を偽装した以上、もう昔の知り合いには会わねえ。それが大道寺一派との約束だからな。俺が日陰門で生きる限りは奴らも味方だ。けど問題が起きたよな。この間の動画で桐生一馬死亡説はだいぶ揺らいでる。あれの拡散は不可抗力だったわけで、大道寺は何も言ってきてねえんだろ。まあ今のところは。思った通りだ。あいつらだって万能じゃねえし、昔と比べたら力も衰えた。何が言いたいんだ、伊達さん。つまり今のこの状況なら大道寺も少しぐらい多めに見てくれるんじゃねえのか。お前が昔の知り合いとニアミスしたところで大道寺はもうとやかく言ってこねえ可能性が高い。かもな。でも俺は相手が誰だろうと
一度決めた約束は守る。頑固だな。いや、そりゃそうなんだがよ。太一の時みたいな感じならいいだろう。お前は離れて見るだけ、存在にも気づかせない。そういう相方なら大道寺も文句ねえさ。俺が大道寺の人間ならいい気はしない。そうだがやれやれ、なかなか乗ってこねえな。もう一押しだ、伊達さん。そういやお前、最近のカムロ町の様子は知ってるか？東上会と近江連合がいなくなって極道は見かけない。代わりに半グレが目につくようになった。あいつらは良くも悪くも動きが目立たねえ。警察としては状況把握が難しくなったと言える。なるほど。それでそんなカムロ町が気に食わなくなったのか、しばらく前から秋山が音信不通になってる。次は秋山に会えんの？秋山が？秋山俊、カムロ町の駆け込み寺と言われたスカイファイナンスの金貸しだ。以前はカムロ町に危機が来るたび俺と一緒に敵と戦ってくれた。音信不通って伊達さんがあいつと最後に連絡を取ったのはいつだ？東上会と近江の大解散の時だ。そこに桐生一馬が現れたって噂が立ったもんでな。あの時か。秋山は方々でその噂の裏を取ろうとしたんだが、信憑性の高い噂とまでしか確認できなかった。俺に連絡よこしてきたのもその調査の一環でだ。だがそれ以来こっちから電話をかけても通じない。町からも姿を消してるみてえだ。じゃあ失踪したってことか。無事なのかあいつは。俺も気になって最近探し始めたとこだよ。すぐには見つからんだろうが、警察の力もフル活用する。でもどうだ、やっぱり昔の仲間がどうしてるか気になるもんだろ？気になるでしょう。確かに気になって仕方がないな。失踪したって言われりゃ心配もする。秋山だったら大丈夫そうだけどな。どうしようかな。失踪したって言われりゃ心配もする。失踪したって言われりゃ心配もする。秋山はレアケースなんだろうがよ。そうかもな。あいつはまあほとんど仇とは言えねえやつだし。とはいえお前が気にかける人間は秋山一人じゃねえはずだ。そうだな。俺にどうしろってんだ伊達さん。前にも言ったはずだぜ。俺はお前のエンディングノートとやらを充実させてやりたいんだ。だから大道寺との約束は破らない範囲内でお前なりに昔の仲間たちと区切りをつけるといい。俺がその段取りをつけるからよ。秋山だっていずれ俺が必ず見つけてくる。伊達さん、他に会っておきたい奴はいないか？ほら、カムロ町を思い浮かべてみろよ。あの町はお前が青春の大半を過ごした場所だ。伊達さん、一緒に青春を過ごした仲間はもうほとんど死んだよ。おやっさんにユミ、それに錦、みんなにはこの前墓参りで挨拶を済ませてきた。もうすぐ俺も会いに行くってな。たく、わかった。じゃあそいつら最後のお楽しみにとっとけ。でも他にだって会いたい奴はいるだろ？そんなことねえのか？急にそう言われても思い浮かばねえ。伊達さんと会えただけで俺はもう十分。伊達さんの娘は元気にしてるのか。どうしようかなこれ。娘は？伊達さんの娘は元気にしてるのか？あ？さやか？ああ、元気だよ。結婚して子供も3人いる。そうか。じゃあもうおじいちゃんになっていたのか。よかったな。なんですぐにそれを言わなかった？今は俺の話をする時間じゃねえからだよ。いいか？お前が会っておきたい人間の話だ。じっくり時間かけてもいい。まずはカムロ町の住人だ。誰か思い浮かべてみろ。いっぱいいるでしょう。カムロ町で会いたい人間といえば、そうだな。和樹と
ユウヤとか。スターダスト。ほらな、やっぱりいたじゃねえか。カズキとユウヤか。あいつらなら元気にしてるぞ。カズキはホストクラブスターダストのオーナーで風間のおやすさんを通じて知り合った。ユウヤはカズキの右腕でホストにしておくのはもったいねえ腕っぷしをしてた。二人とも長い間カムロ町を生き抜いてきた俺の古くからの友人だ。一時期スターダストは韓国マフィアに乗っ取られてたんだが、今はもう再建できたはずだ。へえ。おお、そうだったのか。よし、そうと決まればあとはどうやってお前をあいつらと合わせるかだな。一応大道寺一杯言い訳できるような状況にしとかねえと。また太一の時みてえに場所をセッティングする。それまで少し時間をもらうぞ。まあそうか、わかった。わかった。あんたの行為に甘えさせてもらうよ。ありがとうな、伊達さん。なーに、俺が好きでやってることだ。助かるよ。お前は全然気にしなくてもいいんだよ。ありがとう、伊達さん。乾杯。いや、伊達さんの優しさが心にしみるよ、本当に。伊達さんの思いは変わらずか。相変わらずおせっかいな人だが、それに何度も助けられてきたな。堂島の件で出会ってから30年近く。まさか、こんな長い付き合いになるなんてな。はい、サバイバー戻ってきましたよ。まずこれ見ちゃおうか。サバイバーか。いい店だ。セレナにはかなわねえけどな。この前はだいぶハメを外して歌い明かしちまったな。付き合ってくれた難波たちに感謝しねえと。それにしてもカラオケってのは不思議なもんだ。喧嘩するのとも抜線で汗を流すのとも違う。気持ちのいい疲労感が残る。それにどんな歌を歌うかでそいつの人となりが現れる。面白いもんだ。エモいぜ。そうだ、この前は俺ばかり歌っちまったからな。今度はあいつらの18番を聴かせてもらうか。お箱かな。オッケー。まあここ全部埋まったね。俺はあまり深く熱中するものがない。だがカラオケはもしかすると趣味と言っていいのかもしれない。一人で喉が枯れるまで歌うのもいいが、気の置けない連中と賑やかにやるのもいい。また今度あいつらを誘ってみるか。さあ入りましょうかね。まだいけるな、時間的に。もうついていたか。ああ、さすが早いな。やっと会えた。お、超半純義。久しぶり。元気だった？ええ、お二人ともお変わりないようで。これでようやく全員揃ったか。どうも鈴木太一さん。二人とも見た顔だ。ハンピン・リューマンの元総帥に、あんたにはおなじみのハン・ジュンギだ。孫妃から聞いて事情は心得ています。あなたに残された時間が少ないことも含めて。そうか。なら話は早い。あっちの二人は偉人町の探偵でね、町の動向を探るときにちょこちょこ仕事させてるんだ。今使用期間ってこれそうだよな。杉浦とつくもじゃん。出てくるんだ。喋りはしないか。はあ、あの若いの桐生さんがどういう相手か分かってねえんだろうな。知らぬが仏だね。ああ、そうだな。なるほど。沢城って男は相変わらず腹を見せないみたいだね。彼が海老名とどこまで深くつながっているかで清流会への切り込み方を考える必要がある。清流会は跡目だった高部が無所に行った頃からどんどん不透明な組織になっていきました。ですがここへ来て腑に落ちたことがあります。なんだいそりゃ。高部が警察に捕まったのは組員に拳銃を持たせていた容疑だったんですがね。どうやらそれは
海老名のでっち上げと考えられそうです。何？組内部からの情報提供が逮捕につながったと聞いています。内部から？もし海老名の目的が本当に極道の第二次大解散であれば、高部を排除する必要はない。だから我々も海老名を密告の容疑者とは考えていなかった。しかし大解散が単なるお題目で海老名の狙いが清流会を牛耳ることなら、高部を刺したのは海老名で決まりでしょう。初めは極道を大解散させるつもりが、組に入って気が変わったってことか。もしくは初めから清流会を乗っ取る気で組に入ったか。わざわざ警察のエリート官僚まで辞めてな。何のために？そこがまだ見えてないところだ。見えないな。じゃあいつも海老名の隣にいる沢城ならその辺の話も知ってるかもね。あいつが春日の言う通り、海老名と一枚岩じゃねえならな。沢城の連絡先は孫妃が知ってんだよね。だったら話ができないか聞いてみたらいい。海老名のいない場所でね。だな。海老名のいない場所でな。まだまだ進みたいところですが、ここでやめましょう。メインストーリーあまり進まなかったけどね。間にいろいろ挟みながらね、メインストーリーはゆっくり行きたいと思うんで、よろしくお願いします。はい、そんなわけで、グッドボタン、いいな、ここまで見たよボタンだけ押してください。ではまた次の動画でお会いしましょう。じゃあな。